私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はギタリスト3人のワクチン事情、エリック・クラプトンさん、ブライアン・メイさん、アルディメオラさんについてお話をします。そして皆さんがどのような道を選択していくのかを考えてください。このビデオの用紙ですが、著名ギタリスト3名のコロナ感染とワクチン事情についてお話をします。そして皆さんは何を選ぶのかをご自分で考えていただきます。私の考えでは、コロナ予防には免疫を上げるのがベストだと考えています。こちらは Yahoo ニュース1月27日に掲載された記事で、反ワクチン派エリック・クラプトン、接種者は集団催眠状態ということで義務化を批判しています。クラプトンさんがですね、ワクチンを接種した人たちは集団催眠状態だと語っています。これはなぜかというと、昨年2月にコロナワクチンを接種した後、非常に強い副反応で2週間以上入院されてギターも弾けない状態になられたんですね。そしてワクチンを受ける前にそういう説明を一切受けていなかったということで、非常に怒りのですね、インタビューのビデオが出回っております。そして観客にワクチン接種証明書の提示を義務付ける会場では今後一切演奏しないと宣言しているんですね。しかしそのようなクラプトンさんに対して有名バンドクイーンのギタリストであるブライアン・メイさんが変人だと発言するようなこともあるんですが、クラプトンさんは選択の自由が尊重されるべきだと語っています。ではブライアン・メイさんの報道も見てみましょう。2021年12月21日の報道ですが、ブライアン・メイが感染、同情しないでということですが、メイさんは3回目のワクチン接種も済ませていたというが、妻と共に感染してしまったということです。そしてとあるイベントに出かけた時に全員が3回目のワクチン接種をしていたのですが、風邪のような症状が出始めて、参加者の8人が陽性だと分かったということで検査をして、ご夫妻が陽性だったということです。つまり3回接種していても現在のオミクロンに感染されたということだと思います。さてアルディメオラさんですが、こちらのギターを持っている写真は2020年の10月にニュージャージーのご自宅に伺った時の写真で、手に持っておられる黒のオベーションを優勝ですが譲っていただきました。アルさんは2020年2月から私の開発した抗酸化配合剤の内服を開始して、体調が良くなったんですが亡くなりそうだということで私に、その年の8月に電話をいただきました。それ以降ずっと継続して抗酸化配合剤を現在まで飲んでおられます。現時点でワクチンは未接種、そしてコロナも感染しておられません。オミクロン株の特徴ですが、1月26日時点で日本ではエクモ使用例は4例、人工呼吸器の使用は40例。これは日本全国の ICU の約8割ぐらいのデータです。そして現行のメッセンジャー RNA ワクチンの感染予防効果はどうだかというのは先ほどの3人のギタリストを見ていただければよろしいかと思います。そして免疫を上げるのが重要だと考えています。このスライドはコロナが感染すると ROS と書いてある酸化ストレスが上昇して免疫の暴走、サイトカインストームを起こして重症化するというスライドです。酸化ストレスを下げるには炎症、酸化ストレスを上昇させるイベントを必ず避けてください。禁煙、大量のお酒を飲まない、肥満糖尿病のある方は糖質制限をする、十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも有効と考えます。エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効です。現在、新型コロナ感染の後遺症、ワクチン副反応の症状に悩む方々へ、私の開発した抗酸化配合剤を無償供与しています。2022年3月末まで
期間延長してありますので、該当される方はこの URL から申し込んでください。抗酸化研究室についての情報です。